いただきますね。ごちそうさまで。食のリベラル争い、ゆるく雑談していく美食学徒の梅さんです。よろしく。そして、ゆる料理学の K です。はい、いつもここで買う。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は急遽ね、はい、料理学の K さんがですね、インプット奴隷合宿をしていたので、はい、どうせなら収録しようということで、お願いしまして、拉致ってきました。拉致られてきました。よろしくお願いします。お願いします。一応首輪はついてないです。大丈夫です。足輪はついてるよ。足にしっかりついてるからね。ついてたの？針がね。なんかジャラジャラ言ったらそれだと思ってね。音は立てないようにします。よろしくお願いします。お願いします。奴隷合宿、インプット合宿ですけど、本を読むだけがインプットではないので、僕の話を聞いてもらって、食に対するインプット、知見を広げていただければというふうに思って、台本を作っては、準備万端ですけど、もう本当にさっきやろうっていう話になったので、そうですね。ほぼほぼ読みながらやる台本は。もういいですよ、いいですよ。で、甘いところはもう、あと編集とか、概要欄の説明で、もう書いてもらおうと思ってるので、お手柔らかにお願いいたします。お手柔らかの度合いによるな。何それ適宜ね。適宜お手柔らかに。適宜お手柔らかにで。本当はだからここで話のフックとかをね、こう決め込んでね。そうですね。視聴者を引き込むべきなんでしょうけども、そんな時間はなかったので、普通に話していきたいと思います。先ほど聞いたんですけど、お昼にカレー食べたそうですね。はい。あれ何辛で注文しました？インドカレー屋さんだったので、甘口から激辛まであって、上から2番目の、辛口？辛口？中辛より上に辛口激辛があって、辛口注文しましたね。ちょっと後悔しました。あ、そう。辛かった？最初の5口までは余裕だったんですけど。そうね。遅れてくるもんね。それなんですよ。それだよね。美味しかったです。はい。辛さの単位って知ってます？なんだったっけ？そうなのよ。意外とね、出てこないの。なんだったっけ？知ってるのに。くそー。我々の中ではね、周知の事実なので、視聴者のためにしっかりと解説していきたいと思います。お願いします、視聴者のためにね。辛さの単位はスコビル値と言います。スコビルだ、思い出した。1912年、アメリカの薬剤師、ウェルバー・スコビルさんが、唐辛子のエキスと砂糖水に溶かして、何倍かに希釈して、エキス入りの砂糖水の辛さが感じられなくなった時の値を示したものがその由来とされています。なるほどね。だから人名から取られてるわけなんですね。そうね。由来はそういうことになってるね。そのね、辛さを感じなくなるまで砂糖水をどんどん入れていく、希釈していくんですけど、なんか聞いたことないですよ、これ。何倍も感じなくなるまで希釈するんだ。ごめんなさい、笑っちゃった。あれですね。砂糖水ではなかったけれども、あれですよね。ホメオパシーの話ですよね。そうですね。レメディーですね。レメディーの話ですね。いわゆるゆる製薬学ラジオのゆきさんが二次選考でやった内容と、ほぼほぼ同じような感じなんですけど。でもちょっと誤解を生むな、その言い方は。1912年の話なのでね。そうですね。しょうがないかなっていうふうには思いますし、ちゃんと辛さをね、薄めてるだけなので、別にいいかなと思います。そうですね。現在はこの測定結果がですね、個人の主観に依存してしまっているので、厳密ではないため廃止されてます。その測り方はね。なるほど、なるほど。ただ現在近年では、高速液体クロマトグラフィーによって、カプサイシンの量を測ったものがスコビル値として辛さの単位になってます。なるほど。カプサイシンのね。そう。つまりレメディの手法は、撤去されて、カプサイシンの量を測るっていう科学的な手法に変わったと。カプサイシンは辛みの成分でしたかね。そう。言わない方がよかった？いや、別にいいんじゃないみんな知ってるでしょ、カプサイシン辛みぐらいは。知ってますよね。周知の事実でしょ。周知の事実ですからね。スコビル値と同じぐらいね。そうですよ。ちょっと台本ブレイクされたので。ごめんなさいそのまま行きますね。聞かなかったことにして。お願いします。ゆるゲクタハウスアネックス。
まあ今日はそんな辛さについてのお話をしますけど、はい、このスコヴィル値何がすごいかというと、はい、辛みの度合いを科学的に測ることができるので、最も辛い食材を決めることができるようになりました。ああ、なるほど。科学的な手法で個人の主観にとらわれずに世界一辛い食べ物を探し出せるっていうのは、まあ全ての人にとっても、特に美食家の僕にとっても嬉しいことだとは思いますよね。辛さのその最大、一番辛いものが分かるようになったってことですよね。まあ一番辛いものからそうではないものまで、科学的に数値で表すことができるので。数値で表せるのはいいことですけど、そんなに辛いもの探したいんですかね。いや、特に興味はないね。俺、辛いもの苦手なんだよね。あれ舌ピリピリすんじゃん。しますね。もう全身カッカしてくるしね。インプット奴隷合宿に行くようなド M じゃないから、わかんないんだ、辛み。私は辛みは好きですよね。ですよね。ド M ですからね。語弊があるな本日はいくつか辛い食材を紹介していきます。はい。まあでもその前にですね、辛さっていうのを大きく分けて2つ分類があります。はい。まあ1つは舌の上がカッカする感じの辛さと鼻の奥がツーンとする辛さの2種類があって、唐辛子に含まれているカプサイシンは前者のカッカするような辛さの成分が入ってます。そうですね。で、カプサイシンを含まないピーマンを0スコビル。一般的なタバスコは600から1200スコビルというふうになってます。まあこの数値に開きがあるのは地域差や個人差があるため、まあ、目安の数値として扱われているわけですけど、はい。まあその感じ方は人によって違うので、明らかにそういうっていう感じではないみたいですね。あとはまあ品種によっても違ったりするので、そうですね。まあその食品っていうくぐりにすると、まあ数値に幅が出るというふうにちょっとご理解いただければと思います。はい。はい。で、カイエンペッパー、チリペッパーが3万から5万スコビル。いきなり数値跳ね上がりませんでした。そうまあね、タバスコが1200。カイエンペッパーが3万。3万 ?3 万。で、世界一辛い唐辛子。まあ一応ギネス記録には載ってるんですけど、キャロライナリーパーっていうのがあって、156万から223万スコビルですね。ちょっと数字が大きすぎて分かんなかったんですけど。そうね。なんかサイヤ人のさ、戦闘力みたいになってるよね。もうわけわかんないじゃないですか。もう確実にピーマンが雑魚なのは分かるんですけど。ピーマンがゼロよ、カプサイシン。だからゼロだからもう雑魚中の雑魚なのは分かるんですけど、それだと、で、156万とか156万。ぐらいってことは、もうタバスコも雑魚ってことですか？そうね。まあタバスコも雑魚は雑魚なんだけど、まあ世界一辛い唐辛子だからね。そんなに数字でかいんだ。で、これが最近更新されて、まだ上がいるの？イギリスのドラゴンブレスっていう新種ができたらしくて、それが248万スコビル。さっきの唐辛子、カロライナリーパーのちょい上みたいな感じね。いや、タバスコに直すと何本分だよってぐらいの感じなんですけど。そうね、わかんない。もう、あれですよね、パワーインフレが起きてますよね。そうだね、インフレが起きちゃってるね。食用の辛さの限界が、YouTuber 御用達のザ・ソースってやつで、これが700万スコビル。700万いや、700万スコビル。舌にちょっとでも触れただけで唾液が止まらないぐらい、あと頭痛とか吐き気とかがずーっとし続けるっていうね。いやー、怖っ。3時間ぐらいだったな、辛みが収まるの。700万スコビル。俺がまあ食材の限界であろうというふうに YouTuber では取り上げられてるんですけど、その限界突破した世界最強の辛いグミ。いや、ちょっと待って。あれ今限界って言いませんね。限界を突破するもんだからさ。そうですね。常に自分の限界は突破していくもんだから。そうですね。辛いの限界も常に突破していこう。なるほど。で、その辛いグミリルニトロが900万スコビル。リルニトロが。のグミだね。グミ？グミ。ハリボーってあるじゃん。ハリボーありますね。はい。あれのめっちゃ辛い版。辛くちゃダメでしょ、グミは。すげえ辛いの。ザソースですら3時間辛みが収まらずに唾液が出続けるって言うんだけど、これはね、大変で、YouTuber が遊びで3個一気に食べてしまって、救急車で運ばれるっていう。救急車
辛味で救急車？全然ある。食べ物で、いやいや、食べ物で救急車はあり得るけど。まあ、食中毒ではないよね。毒じゃないから。もう毒じゃないですか、そのレベルになると。ちなみに公式では割ってかけらを少しずつ食べてください。健康被害の保証は一切しません。くれぐれもご用心くださいということが書いてあることですね。そんなもん売っていいんだ。これはね、アマゾンでね、3グラム、まあ1粒なんだけど、1個3600円ぐらい。なので、かなり高額な部類になるね。1グラム1000円ぐらい払うってことですね。1200円ぐらい、そう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 。で、調べたんだけど、金が現在の相場で8000円ぐらいなので、18金は6000円ぐらいなんだけど、胡椒が金よりも高かったっていうレベルに比べると、まあ、海はね、それには及ばないかなという感じ。なんか比較対象がちょっとね、違う気がするけども、まあ、わからなくなる。じゃないって感じね。さすがにね、グミがね、金を超えることはない。そうね。胡椒は超えたけど、みたいな。まあ、昔は超えたけどね。だからね、ちょっと探してきた。もっと辛いもの。ちょっと待って。高級なの。あるんですか？あるので、すごいね、世の中には。ちょっと落ち着いていけない。ネットのね、情報だからね、実際はどうかわかんないから、専門的なことはちょっと、動画にして、面白いネタとして聞いてほしいんですけど、デスソースっていうね、毒薬がついてるソースがあるんですけど、あれブレア社っていうところが出してるんですけど、そこが数量限定で出したブレア、1600万のリザーブっていう伝説のソースがありまして、これが1600万スコビルです。1600万スコビル。まあ、もう値が大きいとしかリアクションができない。そうね。ちなみにカプサイシンの辛いと感じる限界が1600万スコビルなので、単純に純度 100% のカプサイシンの結晶です。つまり、塩みたいな。塩、純度 100% の塩化ナトリウムの結晶だけれども、それのカプサイシンバージョン。なるほどね。で、まあ、子供なら小さじ1杯半で致死量ですね。致死量いや、毒じゃないですか。毒じゃないよ。食品だもの。これはでもね、直接食べることができなくて、添加物という風なジャンルになってるので。なるほど。ほっとした。まあ、だから、辛い塩だね。辛いそうですね。添加物ですからね。これの価格がですね、1ml で3万円。このミリリットルっていうのはグラム単位なので、ちょっとわかんないんですけど、カプサイシンの密度によって多分違ってくるので、そうですね。ちょっと理系じゃない僕はですね、どのぐらいかわかんないんですけど、大体砂糖1ミリリットルが 1.59 グラムなので、まあそんな感じだとすると、1グラム 3.5 万円。35000円ですね。ということは、金よりも高い香辛料ができましたおめでとうございます。歴史は繰り返す。いや、ちょっと待って。いや、そんなに高いんですか？そんな高いらしい。その限定品だから、実際に手に入れられなくて、今現在も。でしょうね。1600万のリザーブはダメらしい。その他にも、午前6時のブレアみたいな感じで、ちょっとランクが落ちてるやつはあるんですけど、それもね、プレミア価格ついてて8万円ぐらいだったから。あれ？1本ね。1本で。1本で。1本まあ、それはまだソース。ソース。これがね、1200万スコビルとかだったかな。十分数字でかいじゃないですか。そうね。なんだったっけ？タバスコが1200スコビルだったかな。で、1200万。1万倍ぐらいだね。1万倍か。日常生活であんまり感じることないな、1万倍って。だから、そのブレア社のやつを感じようと思ったら、タバスコを1000本一気に飲めば、そのぐらいの。お手頃にね、できますね。お手頃じゃないんだよな、全然な。自分で言っといてなんだけども。エルベクトハウスアネックス。で、まあ、ここで疑問が出てきますよね。カプサイシン以外の辛味成分ならもっと辛いんじゃないかと。ちなみに前世紀には金と同じ価格かそれ以上の価値があったとされる、胡椒。胡椒、さっきから何回か出てきましたね。ピペリンとかシャピシン、ピペリンっていう
はい。はいはい。の辛さなんですけど、ピペリンね。ちょっと単位が統一じゃないので、曖昧なんですけど、胡椒は、唐辛子の100分の1の辛さらしいので、唐辛子の方が確実に辛いみたいです。まあ、体感としてもそうですね。なので、まあ、胡椒は違うと。で、まあ、唐辛子が一番辛いとされてるらしいんですけど、食用じゃない毒みたいなやつを探してきてですね。いやいや、だからさっきから毒ないよ、アプローチは。致死量とか。それが、チニアトキシンっていう神経毒。だよね、トキシンってね、毒についてるよね、よくね。毒が、53億スコビル。億じゃん。億ね。ここで一気にインフレがね。インフレどころじゃないよ、もう。億だしね。で、さらに上。はい。レシフェラトキシンっていう、モロッコ原産のサボテンなんですけど、サボテン。八角キリンっていう和名がついてて、それが169億スコビル。これがね、最も辛いとされる、物質らしいです。モロッコのサボテンにそんな。これは逆にね、末期がんとかの神経痛すらも緩和させる有効な薬の原料になっている。原料になってるんですね。辛みとかっていうレベルをもうはるか超えて。もうだから、なんか、痛みを破壊する。痛みを破壊するっていうレベルにむしろ、もう制してるわけですね、そうね。まあでも何万スコビルとか聞いてもあんまりピンとこないと思うんです。もう全然ピンときてないです。数字がでかすぎて。スコビル値はインフレが激しいので、分かりやすい単位があると便利だなと思ってて、まあ、ハバネロがだいたい10万スコビルなんで、ハバネロの何倍かなみたいな感じで、まあ分かるには分かるんですけど、ハバネロをまず食べないといけないので、ちょっと現実的ではないなと思う。そうですね。ハバネロチップスとか流行った時期もありますね。今もまだ手に入るかな。まあでも原料っていうか、そのまんまの生のものを食べるから。ちょっとやりたくないしな。まあちょっとそこで、そもそも辛みって何なのかっていう話なんですけど、辛みはゴミに含まれてません。ゴミね。基本ゴミ。筒の味。古代中国の五行説やインドのアーユルベータの中では味覚として取り上げられている記載もありますけど、現在の科学的な知見では甘み、苦み、酸味、塩味と旨味の基本ゴミなので、辛みは味覚ではないと、味ではないということが言われています。まあ、辛み、えぐみ、とか、渋みか。最近は脂身とかって言われるんですけど、まあ、それらは味覚ではないらしいですね。味覚じゃない。では、じゃあ何なのかと。何なんでしょう。何なのでしょう。実際のところ感じ方としては熱というふうに神経に認識されています。熱。なので、ほぼ痛覚としての受容体で味を感じるという感じですね。感じるという感じ？いや、痛覚なんだろうなっていうのは思ってて、なんか前ね、テレビで、それこそジェロキアとかの唐辛子の粉を、ブートジェロキアですかね、その粉を、お湯に張った、お風呂を準備して、それに芸人さんを入れて、で、どうなるかっていうのをやってて、まあ、それは、温まるねじゃなくて、痛いって叫んで、痛いって叫んでて、まあ、それは要は、まあ、さっき言ったみたいに熱がもう痛みになるっていうのを、まあ、もう見やすく実験するためにやってたんですけど。なるほど。実にわかりやすい。そう。要は熱を最大限にいくと火傷になるので、そうですね。火傷っていうのは痛みなので、要は痛覚でその辛さというものを感じてるらしいですね。で、これがね、下の表面じゃなくて、もうちょっと下の方、奥の方にある、酸差っていう組織。酸差で判断するそうなんです。なので、辛みっていうのがちょっと味よりも遅れてくるっていうのは、浸透するまでちょっと時間がかかるので、だからそれは下の奥にあるんですね。奥というか、表面じゃなくて深部っていうか、そういう意味。中側ってことですね。なるほど。だから遅れてくるんだ。下の、皮下組織、トリップ V1 っていう受容体は酸素ってところにあるんですけど、トリップ V1 はそっくりそのまま食道系にもあるので、牛乳とか飲んで治るような感じじゃないっぽいですね。だから、そういう、辛いもの食べた時に、
なんだろう、食道までも熱く感じるのは、そこにもあるからってことです。受容体みたいなのがあるから。受容体みたいなものがあると。なるほど、なるほど。去年このトリップ V チャンネルっていうやつの論文が、イオンチャンネルっていうやつなんですけど、ノーベル生物医学賞を取って話題になってます。チャンネルはつまり、あれですよ、受容体って意味、かな大体。そうですね。なんか、イオンチャンネルって言って、蛇口みたいな感じらしいです。その神経と受容体をつなぐポンプみたいな感じっていうふうに、この間、レオさんに説明してもらって、そうなんだ。全然物理学のレオさんに。ちらっと教わりました。そうなんですね。そうなんだ。無理です。無理です。はい。なんせ文系なんで。そうですね。文系なんで。はい。で、痛みに置き換えられるということが、ここでわかるわけですけど、辛みっていうのは痛みなんですよ。だから痛みの単位に置き換えればいいんだなと思って、その方がわかりやすいなと思って。なるほど。さっきからずっと出てきた何億スコビルとかよりも。スコビルとかって言ってもわかりにくいので。スコブルわかりにくいんでね。スコブルわかりにくい。それ多分クリシェじゃない？クリシェですね。いいんですよ、クリシェで。スコビルクリシェじゃない？そう、スコビルクリシェのスコブル悪い例えでしたね。ですね。で、その辛みの単位として、違うわ、痛みの単位。置き換えられる方の痛みの単位として、痛みって鼻毛っていう数え方をするっていうジョークがあって。ありましたね。ジョークなんですけど、1センチの鼻毛を1ニュートン。これは100グラムの力で、1メートル毎秒で鉛直に引っ張った時に感じる痛みっていうのが1鼻毛。ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど。すごい真面目に解説されたから、あれ鼻毛の話終わったと思ったらまた鼻毛の話だったってなった。みたいになってるんですけど、辛みっていうのは痛みだから、やけどと同じ感覚なので、鼻毛で統一してくれると、じゃあからしってもしかしたら、鼻毛10本分の痛みが、続くんかな、みたいな。になるはずですよね。なるはずですかね。ジョークなんですけどね。ジョークですね。では実際に鼻毛を抜いた後にタバスコを飲んでみたらどのぐらいになるのか試してみましょうか。ちょっと待って。タバスコ持ってくの？何？ちょっと待って。マジで待って。どういうこと？タバスコなんですか？タバスコが現れました。失礼しました。タバスコが。いや、あるのはわかるんですけど。鼻毛を抜いてみて、抜いた差っていうのは抜いたいや、これを、1鼻毛だとして、タバスコは、ちょっと待って。言うて。辛いでしょ ?1200 スコビルでしょちょっと待って、本当にマジわかんない。どうなってんの？辛いですよね。それで実際どうですか？わかんない。辛い。結局辛いじゃないですか。痛いまでいきます？ 1200 痛いね。痛いですか？いやー、鼻毛の単位はね、わかりにくいわ。わかりにくいですね。いや、実際実演するんだ。いったこれ。まあ、実験大事ですからね。というわけで、以上、ゆる美食学ラジオ、辛みの会でした。辛みの説明そこで終わるんかい。辛いよ、そりゃ。皆様、良ければ高評価と、グッドボタンと高評価同じね。同じね。コメント等もお待ちしてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。カレーこれ。で、タバスコの、単位と、鼻毛の単位について詳しい方はぜひコメントよろしくお願いします。すげえ唾液出てきた。ですね。また会いましょう。ありがとうございました。ごきげんよう。ごきげんよう。